はい、それでは今日もランクルゼミナール始めていきたいと思います。よろしくお願いします。基準っていう考え方でいくと基本的には同じです。例えば中東の砂漠を走ることを前提において、でも夜だとそんなに気温下がらないというか、当然極寒のロシアとかそこら辺に比べると高い気温ですよね。じゃあ中東に出す車はその基準で作ればいいのか、でロシアで出す車は例えば低い温度で作ればいいのかっていうと、決してそんなことはなくて、やっぱり1台のランクルですから、どこに持っていったとしても満足できる耐久性というものを持たせないといけない。だからこそそれが日本っていう国でいくと一番厳しいのはやっぱり水ですとかね、湿度ですとか、そういったところになると思うんですけども、決してその地域特化の基準を設けるっていうことはやっぱりしちゃいけないんだろうなと。ただし今度は基準じゃなくて装備っていう見方でいくと、これはまた違いますと。いろんな国のお客様のご要望というのは当然あるものですから、そこに適した装備を設けるっていうことは実はしっかりやっています。特徴的なのがサブタンクというのがあるんですけども、ガソリンタンクありますよね。あれがもう一つあるんです。でこれは中東であったりとか、それこそオーストラリアであったりとか、そういった本当にガソリンスタンドとスタンドの間がものすごい距離があるとか、本当にその航続距離をしっかりと取りたいというところに関してはそういった装備も加えています。日本国内だと満タンにするお金がものすごく高くなっちゃうという事情もあったりをして、今は燃料タンク1個という形になってますけども、そういった地域最適っていうものは当然装備としてはあります。ありますね。一つあるのがロシア地域に導入をさせていただいている装備としては、フロントガラスの氷を溶かすというか、凍ってるところを溶かすデアイサーっていうのが実は国内にも寒冷地州にあるんですけれども、それってワイパーが凍りついてるところを溶かすように熱線がこう入ってるんですけどね。で極寒の地域でいくとそれが全面に入ってたりします。でそこのところをやっぱり必要なところ、お客様の求めに応じて作ってきたっていうのが歴史ですね。入ってますよ。細かいんですけど、そのロシア仕様等にはよくよく見ると細かい熱がダーッと入っていて、全面でその溶かしてくれると。で吹き出しのノズルありますよね。通常は汚れを取るために使う。あそこにもその水自体を温める仕組みとかが入ってたりします。これがですね、ランクル基準はこうだっていうものがまた存在しないとか面白いところなんですけども、トヨタの車の当然ベースになっているものがトヨタスタンダード、トヨタ基準っていうものがあったりします。でそれがランクルとして考えた時にはやっぱりちょっとそれでは足りないという場合もありますと。特にそのオフロードの走行性能なんていうのは基本ランクルがメインで持っているっていうところもありますしね。なのでそのランクル基準ってよく言うんですけども、例えばその TS トヨタスタンダードの何倍がランクル基準ですよみたいなことはある部品には当てはまりますし、ある部品には当てはまらないと。そういったやっぱり各々のセクションがずっと持ってきてるランクルとして使い方に頼るものは何なのかっていうものがランクル基準というふうにご理解をいただければなと思いますね。特にその悪路を走行するっていう部分がありますんで、そこは乗用車ではやっぱりない基準ですよね。中にはこれ確か途中から追加されたと思うんですけども、その200系とか100系でエンジンパワーがすごく出るようになって、砂漠遊びをされるお客様とかがいらっしゃると。でジャンプするんですよね。ドーンってまさにこれですけどこういったところにじゃあジャンプしてどんだけ耐えないといけないかみたいなところも途中で追加して加わったっていう話は聞いたことがありますね。やっぱりそのランクルの考え方として従来モデル以上の信頼性耐久性アクロ走破性、もちろん場合によっては例えば80から100になった時に電子制御を使うと同等になりますとか、そういった考え方も当然ありましたけども、根底に気づいているのはそこを従来モデル同等以上にやっぱり持ちましょうと。でそこのところ、そうですね、そこが一番だと思います。はい、本日のゼミナールはこれで終わりです。これからもよろしくお願いします。